皆様、いかがお過ごしでしょうか。今日も動画を見ていただいてどうもありがとうございます。ミニマリストリーです。今日も音声によるラジオ形式でお届けします。毎日本当に忙しいですよね。仕事や家事で慌ただしい日々の中、捨て活をする時間を取るのはなかなか難しいかと思います。でも今のうちに家をリセットしておけば後が楽です。2023年を充実した1年にするためにも頑張りましょう。とはいえ、不要品が溜まってしまって、でも忙しくて捨て活する時間がない期間が続いてしまうと、どこから手をつけたらいいかわからなくなったりしますよね。あれもこれもどこもかしこもちょこちょこ片付けないといけないのに、まとまった時間も取れないし、どっちつかずでなかなか始められない。何を捨てたらいいかわからない。そんな方に確実に捨て活や片付けを実行できる方法を実践編とマインド編に分けてご紹介します。また動画の最後には捨て活をする上で最も重要なお話もしていますので、ぜひ最後までご覧くださいね。捨て活を始めたいけど、どこから手をつけたらいいかわからない人、どうしても捨てられない人は、今から紹介する方法をぜひやってみてください。これなら絶対捨てられます。では、必ず捨てられる、必ず片付けることができる方法、まずは実践編、早速行ってみましょう。1、自分の半径1メートルの範囲で始める。来客が続いたり、季節の行事があったりでバタバタしていて、キッチンもごちゃごちゃだし、リビングもすごいことになってるし、クローゼットもぎっしりだし、テーブルの上も山積みだし、一体どこから手をつけたらいいかと途方に暮れている方、やらなくちゃいけないけど、考えるだけでやる気ゼロになって動く気がなくなってしまうっていうことありますよね。そういった方は、まず自分の半径1メートルの範囲で始めてみてください。今、ご自分が座っているその場所、自分の半径1メートルの範囲のものを捨てたり、片付けてみるんです。例えば、今、リモートワークでデスクに座っている方は、おそらく仕事中にいろいろなものを出して積み上げて、机の上は山積みになっているかと思います。例えば、用が済んでもう見ないプリントアウトした資料、紙から外して机の上に放置してあるクリップ、使い終わったいろんな色のマーカー、忘れないように付箋紙に書いたけど用が済んだもの、コーヒーを飲んだ後のコップやおやつを食べた後のお皿、お菓子の空きパッケージ、ペットボトル、不要なファイル、ケーブル類や携帯、例を挙げればこんな感じです。今、リビングでソファーに座っている場合でも、ダイニングに座っている場合でも、キッチンに立っている場合でも同様です。目の前にあるものだけに集中して捨てたり片付けたりしましょう。手にはゴミ袋が必須です。家の他の場所にある散らかりのことは考えないようにしましょう。目の前のものだけを片付けるという心持ちで、テーブルや机の上の平面の上を一旦リセットします。そしてそれができたら、その上をさっと拭いてみてください。ちょっと心がスッとしたと思います。あ、ここは片付いたって一旦ほっとしてください。これができる方は他の場所も片付けられます。大丈夫です。そこで勢いがついてやる気が出てきたら、他の場所に取り掛かってもいいし、疲れてしまったら今日はこれで終わりでもいいです。2、もったいないをやめる。もったいないからといって捨てずに、いつか使うかもと取ってあるものをすべて手放しましょう。例えば、印刷済みの用紙とか広告の裏紙、これはすぐにリサイクルに出しましょう。私も以前はプリントアウトした紙の裏側が白紙になっているのがもったいなくて、メモにできるかも、
裏側にまた印刷できるかもと大量に取っておきました。でも裏紙に書いたメモはすぐになくなってしまうし、読み返す気もなくなります。裏紙に大事なことを書き留めたり、裏を使って印刷しても、結局どれが大事でどれが大事じゃないのかわからなくなってしまうんですね。そして印刷済みの紙は日々溜まっていきます。ある日それを全部リサイクルに出したらかなりすっきりしました。空き箱とかレジ袋も同様です。リサイクルに出せばもったいなくはないんです。もしかしたら後でもう一度使うかもしれないと思ったマスクとか、ボロボロになってきたけど捨てるのはもったいない古いスポンジとか、ジャムとかソースの空き瓶とか、何かに再利用できるかもと取っておいたものは結局何にも再利用しないで数だけがどんどん増えていっていました。そういったものはこれを機会にすべて手放しましょう。3、一目でゴミとわかるものから捨て始める。捨て活をする以前の問題で、明らかに捨てるべきゴミとキープするか迷うべきアイテムが混在して家の中にある場合があります。この場合はまずは一目でゴミとわかるものから捨て始めましょう。賞味期限が切れた食品、空きボトル、古新聞、古雑誌といった一目でゴミとわかるものから捨て始めるんです。いるもの、いらないものを分けるのに慣れていない方でも、ゴミ袋を持って家の中を一周すると、割と簡単にサクサクと捨てていくことができます。ここで捨てる楽しさを味わえると思います。どこから手をつけたらいいかわからないとパニックに陥った場合は、1の自分の半径1メートルの範囲で始めるに戻ってみましょう。4、最初の1個を捨ててみる。大方のゴミを捨て去った後、いざ本来の捨て活を始めると、何も捨てられないという方は、捨てることに慣れていないことが原因です。これも大事だし、それも大切だし、何も捨てられるものがないと思ってしまう方は、捨てることに慣れる必要があります。捨てるのはマイナスというイメージを捨てて、物を減らすことにいいイメージを持つようにするんです。なので、最初の1個、何でもいいので捨ててみましょう。例えば、出なくなったボールペン、大きな穴が開いた T シャツ、ヒールの取れた靴、固まってしまったマニキュアのように明らかな不要品が捨てやすいでしょう。勢いがついて、その後はタガが外れたように捨てられるようになることがよくあります。5、区切りを利用する。例えば、時間とか年の変わり目、新学期、誕生日、何でもいいので、時間や日付の区切りを利用しましょう。つまり、何時になったら始めるとか、15分だけ、30分だけ捨て活をするとか、何日までにキッチンを片付けるとか、誕生日までに玄関をすっきりさせるとかです。時間や日付の区切りを利用して目標を決めるんです。キリがいいところで始めたり、キリがいいところを終了目標にするんですね。30分でこの部屋から10個のものを捨てるとか、ゲーム的な要素を追加しても面白いです。携帯電話のアラーム機能を駆使してぜひやってみてくださいね。6、ぐちゃぐちゃに保管されているものは捨てる。思い出も大切ですが、例えば昔好きだったタレントのポスターやブロマイドとか、昔買い集めていた雑誌とか、思い出のものもぐちゃぐちゃに保管されてしわくちゃになっているものは捨てましょう。しわしわでは価値は下がってしまって売ることもできないし、そもそも存在を忘れていてぐちゃぐちゃにしまっていたものは大切なものとは言えません。思い出の品は写真に撮ってデジタル化して保管することをお勧めしていますが、どうしても手放せない場合は、いい状態のものだけ美しい形のまま保存しましょう。
7、雪崩が起きそうな場所は全捨て。キッチンカウンターやサイドボードやカラーボックスに腸余きが蓄積されて長年山になっている場所がありませんか？そこはもう全捨てエリアです。日常的に使っていないから山積みになっているんです。例えば薬、化粧品、何かのサンプル、おまけ、本、雑誌、新聞、空きパッケージ、こういうものが山積みになっていたらそれは捨てるものです。そのままゴミ袋に平行移動しましょう。8、懐かしいもので止まらない。捨て活中は思い出に浸らないようにしましょう。アルバムや古い手紙、もらったプレゼント、昔集めていた何かを発見すると、懐かしさについ立ち止まって見入ってしまいますよね。でも、捨て活中は懐かしいもので止まらない、思い出に浸らないというのが鉄則です。それはそれで置いておいて手を動かしましょう。昔もらったプレゼントを見つけてしまって捨てられないって思うかもしれませんが、でもそれって今まで存在を忘れていたし、今後も改めて見返すことはありませんよね。場所を取っているだけだと思います。アルバムや写真を捨てることを提唱している方もいらっしゃいますが、私は必ずしも捨てるべきとは思いません。即捨てるという判断が難しいものは、心の踏ん切りがつくまで待っていてもいいと思います。デジタル化できるものは写真を撮ってデータとして保存するのもいいと思います。また逆に嫌なことを思い出してしまうようなものはさっさと捨てることをお勧めします。過去は振り返らずに未来、将来に目を向けていくんだというマインドを持つことが大切です。9、整理や保管にレジ袋や段ボール箱を使わない。捨てる、キープするを仕分けした後、持ち続けると決めたものについては、整理や保管にレジ袋や段ボール箱、紙袋は使わないようにしましょう。レジ袋や段ボール箱に入れてしまうと、ゴミなのか必要なものなのか判断がつかないし、見た目も良くないし、中に何が入っているのかわからなくなります。レジ袋や段ボール箱にまとめてしまうと、おそらく床に直置きする可能性が高いです。段ボールは収納ボックスではありません。虫も湧くと聞きます。引き出しや棚などきちんとした収納にしまって、ラベルを貼って何が入っているかわかるようにしましょう。10、しまいにくい収納、取り出しにくい収納をやめる。箱の積み重ねやバックインバッグ、鍋の中に鍋というように取り出すのもしまうのも、めんどくさいな、今日はやめとこうと思ってしまう収納なら変える必要があります。何かを取り出すために扉の前に置いてあるいろいろをどかして、手前に置いてある箱を取り出して、そして上に重ねてある何かをいくつかどけて、やっと蓋が開けられるっていう状態だと、捨て活や片付けをする気がしなくなりますよね。物がいっぱいで完全に閉まらない扉や、立て付けが悪くて閉まらない引き出し、そういったものは変えなければなりません。物がいっぱいなら数を減らすが鉄則ですが、たとえ不要品がぎっしり詰まっているとしても、閉めるとすっきり見えますが、開けっぱなしになっていると余計散らかって見えます。11、服は脱いだらすぐ洗濯かごに入れる。一度着た服は洗濯かごに直行させましょう。洗濯するほど汚れていないけど、クローゼットには戻したくないし、明日とか明後日とかもう一回いつか着るかもしれないっていう服をその辺にかけておくのはやめましょう。鴨居とかカーテンレールにかけたままの服は家が散らかって見える最大の原因の一つです。鴨居やカーテンレールがいっぱいになったらソファーに置かれ、椅子にかけられ、最後には床に置かれます。部屋のところどころに服があると
不要品とごっちゃになって、捨てるべき不要品が見えなくなって、捨て活の支障にもなります。そしてどのみち何週間も出しっぱなしで、ほこりや匂いが気になって、結局洗濯することになる可能性が高いです。一度着た服は洗濯かごに直行させましょう。もしくはクローゼット内に一回着たけどクローゼットに戻した服っていうのがわかるような仕切りを作るのも一つの解決方法です。脱いだ服をカモイやカーテンレールやソファーや椅子にかけない。これができればかなりすっきりします。ここまでが実践編です。実践編では実際に手や足を動かして捨て活作業をするためのお話をしましたが、ここからはもっと重要なことである捨て活の根本にある心がけというかマインド面からの重要なポイントについてお話しします。ここがしっかりすると自然と捨て活していきたくなるし、自分の暮らしを整える大切さを実感して捨て活をしていくことが苦にならなくなります。というか捨て活が楽しくなります。ではマインド編いってみましょう。12、お部屋の写真や動画を見る。捨て活に関心のある皆様はいろいろな動画やブログを見ていらっしゃると思いますが、物がほとんど置いていない片付いた部屋の様子を見て、いいな、こうしたいな、羨ましいなと自分のモチベーションを上げることも有効ですが、逆にお部屋の写真や映像を見ることも効果があります。極端な例を見て気づきを得るというパターンです。なんであんな部屋になっちゃったんだろう。ここをこうすればすぐに綺麗になるのにと感じることが大事です。すると、それなら自分の家もここをこうするだけでもっとすっきりするかなとか、机とか床の上に物が置きっぱなしになっているのは良くないなとかに気づきます。人の振り見て我が振り直せっていう感じですね。人様のことはどうしたら解決できそうかということが意外とよく分かったりするんですよね。反面教師のような感じですね。これは結構効果があります。13、朝と夜のルーティンを作る。時間が余ったから捨て活をするのではなくて、あらかじめ捨て活や片付けのための時間を取っておくってとっても大事です。忙しい毎日、時間が余ることってほとんどないですよね。なので、毎日のルーティーンに捨て活や片付けのための時間を組み込んでしまいましょう。例えば、私の最低限のルーティーンは、夜寝る前はダイニングテーブルの上のものをすべて片付けて、キッチンのシンクに洗い物を残さないようにして、食洗機にすべて入れてスイッチをオンにするという作業です。そして朝のルーティンは、食洗機のお皿を引き出しや棚に戻す。これだけは絶対やるようにしています。ルーティンにしてしまえば、面倒だからとか、疲れているから明日とか考えずに自動的に作業してしまうので楽です。キッチンはいつも片付いている状態になります。面倒なことこそルーティンにするというのがおすすめです。14、自分の家で過ごす時間を多く取る。自分の家で過ごす時間が少ないと、どうしても家を整えるということがなかなかできないと思います。平日は仕事で不在がちで家には寝に帰るだけ。週末は買い物に行ったり遊びに行って家にいる時間がほとんどないという方もいらっしゃるかと思います。そうなると家でゆっくり過ごすこともなくて、必然的に家の中で過ごす時間が短くなりますよね。家の快適さがそんなに重要ではなくなって、まあ散らかっていても仕方ないかと諦めてしまいがちかもしれません。でも家の心地よさというのは生活の基盤で実はとっても大事です。買い物に行ったり遊びに行ったり外出するのは楽しいですが、これは一時的な楽しさでもあります。でも家に帰ってきたら家は散らかっていて不要なものがたくさんあって
落ち着かない、休めない。これは良くないです。外出したり、レジャーに出かけるのももちろん楽しいですが、もっと家に目を向けて、休みの日でも例えば小1時間捨て活をしてみるとか、気になっていたところを片付けてみるとか、壊れていたどこかを修理してみるというのも結構楽しいものです。それによって毎日の生活がより快適になるのも嬉しいし、自分の家をもっと好きになることができるようになると思います。一度自分の家で過ごす時間を多くとってみて、どこを改善したらもっとすっきりした家にできるか、じっくり向き合う時間を取れば、家で過ごす時間がもっと楽しくなると思います。15、運動だと思ってみる。運動不足を解消するっていう気持ちで捨て活に取り組むのも一つの手です。捨て活するには立ったり座ったり、階段を上ったり降りたり、家の中をちょこちょこ動き回る必要があるので、必然的に体を動かすことになります。いい運動になっていると思うだけで一石二鳥っていう気がして得した気分にもなります。16、気が散らないようにする。現代人の集中力は金魚以下だという話も聞きます。捨て活をしようと思っても電話とか LINE のメッセージが来て中断されたり、SNS の内容が気になってスマホを見てしまったりっていうのはよくあることですよね。なので気が散らないように工夫することが大事です。今から捨て活するぞという時は、テレビを消したり、スマホの通知をオフにしたりして邪魔が入らないようにするのもおすすめです。またはやる気を出させてくれるようなノリノリの音楽をかけたり、この動画のように映像を見なくても内容がわかるような捨て活に関するラジオ形式の YouTube 動画を流しながらやるのもおすすめです。17、理想を描く。理想を持ったりビジョンを描くのは大切です。ここはこうしたい、ここがこうだったらいいのにっていう思いです。一番望ましいのは何も置きっぱなしにしていないし、毎日使っているものだけがすぐに出しやすい状況ですよね。それならば何が手元にあれば一番暮らしやすいかを物差しにして、部屋ごとに理想を描いてみましょう。理想がしっかりしていれば余計なものを置くこともなくなって、何が不要なのかも見えてきます。理想がないと、とりあえず隙間があるからちょい置きするということの繰り返しになります。日常を使っていないものもよく使うものも一緒に収納してあるから使いにくくなっているんです。今収納の外にごちゃごちゃ出ているものを一旦全部チェックしてみましょう。なぜ自分の理想と現実の部屋の状況が離れてしまっているのか、ちょっと時間をとって考えてみましょう。箇条書きにして書き出してもいいです。そうすると具体的に何をすればいいのかが見えてきます。最低限何と何があったら便利に使えるのか、何があるから邪魔になっているのか、これは本当にここに置いておく必要があるのか、ではどこに置くのがいいのか、邪魔になっているけど実は使っていないもの、そこにあるのが当然当たり前と思っていないか、実は使っていないものが邪魔になっていないか、そういったことを紙に書き出してみるといろいろ見えてきます。一番アクセスしやすい場所に使っていないものを置いていないかチェックして、一番便利に使いたいものや物が動いている場所から整えることが大切です。18、変わろうという気持ちを強く持つ。捨て活を成功させるのに一番重要なことは、変わろうという気持ちを強く持つということです。家をすっきりさせて、これからの毎日を変えよう、きっといいことがあるっていうワクワクするような気持ちで捨て活に取り組むことがとっても大切です。今までは忙しいからできていなかったけど、これからは環境を整えるんだという強い気持ちがあれば必ず捨て活できます。さて今日は捨てられない人、
これなら捨てられるというお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。今回の動画をぜひ参考にしていただければと思います。そしてこの動画の内容がためになった他の動画もまた見てみたいと思ったら、ぜひチャンネル登録してくださいね。皆様の捨て活に関する悩みについて、ぜひ概要欄にコメントを書いて教えてくださいね。このチャンネルでは捨て活に関する動画をいろいろ発信しています。なかなか手放せない、捨て活が始められないという方は、ぜひこのチャンネルの他の動画も見てモチベーションをアップしてくださいね。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。